僕的には、この気づきと悟りは別物と捉えています。はい。それをちょっと説明していきましょう。はい。よく悟りが開くっていう言い方がありますよね。で、逆を言えば、じゃあ、一般的に人間の意識状態は、悟りが閉じている状態なんだ。ということなんですよ。で、この悟りが閉じてるってのは何かっていうと、こういうタオの全体像、森羅万象のすべての、法則性だとか、摂理が理解できずに、ね、その理解が閉じている状態。そして、私とあなたがいる。私と世界がある。というふうに、思ってしまう。で、その意識状態を一般的に二元と言います。はい。で、この窓がですね、何かの拍子にスッとずれることがあるんですね。窓が移動するんです、ギュッて。で、そうすると、今まで原因と結果で必死になってた人が、あれあれって私の思考が現実化するじゃないか、感謝だとかおかげさまだとか、そこにフォーカスを当てていくと、なんかワクワク高揚するね、世界、そしてあれちょっと待てよと溶けていって、あ、私もあなたも同じ質を持ったものだったじゃないかといういわゆるワンネス、一元ということが理解できますと。で、この窓がスッとね、移動する、このことを気づきと呼びますと。で、この気づきがトントンとこうね、ずれていって、次の段階で見えてくるのがノンデュアリティ、非二元と呼ばれる状態です。で、この気づきも段階があるわけですね。はい。で、続きまして。はい。この一般的な二元の状態から、この窓が移動するのではなく、広がっていく。はい。こういう、意識の変化、トランスフォーメーションもあるわけです。で、僕はこっちを悟りと言っているんですよ。気づきはね、理解の窓が移動すること。で、さっきのね、ここからこう移動した。で、移動したものだから、自分が感じているその摂理のルールっていうのがやっぱり一つしか見えなかったりするわけですよ。そして原因と結果の法則は誤解だったんだ、みたいな感じになって、どっか、その引き寄せの法則が分かったからって、で今まで自分がいた今日の世界にまだ意識が残っている方々をちょっと下に見るみたいなね、私の方が先行っているのよ、みたいな感覚でのスピーチがちょっと多くなってきてしまったりだとかっていう問題がはらんでるんですけども、ここ広がると、以前の意識状態もちゃんと分かっているので、やっぱり、同質なものだよねって、その対等な感じっていうのが、維持できているんですよ。だから、変に、まだ君はそんな理解なのかいみたいな、ちょっと小馬鹿にするような感じがなくなっていくんですね。で、この窓も、ちょっとずつ、こういうふうに、プロセスを持って、徐々に開いていくということがあり得るわけです。はい。で、この理解の広がりが、プロセスを持って感じられることを、前後という言い方をします。はい。一方、このね、二元の状態から、ドーンって全部一気に見えてしまうっていう悟りもあるんですね。で、この悟りをトンゴって言ったりします。はい。ここまでついてこれますでしょうか？大丈夫？宗教臭くなってないねえ、なんかね、僕の話、宗教っぽいってね、なんか敬遠されるんじゃないかと思ってね、最近ビクビクしてるんだけど。うん。はい。じゃあちょっと引き続き行きましょうか。はい。で、ここら辺、ね、因果応報だとか、思考が現実化するだとか、あるいは起こることが起こるだとか、ね、各、ジャンルのスピーカーによって、言っていることが違うんで、ここら辺で混乱してくる方が、非常に多いわけです。はい。で、これをちょっと、理解するためにですね、ちょっと今度は仏教の、方にね、行ってみたいと思います。はい。
因縁果という言葉があるんですが、皆さんご存知でしょうか？はい。最初、今日の世界の、意識状態の方々は、原因と結果の法則だと思っているよ。で、この時、ね、悟りが閉じている。ね、その閉じたことによって何が見えなくなっているのかっていうと、この真ん中の縁なんです。はい。ね、本当は因縁果というつながりのあるものなんだけども、この縁が見えなくって因果になってしまっている。で、そうすると、その認識ってのは私の努力が結果報われるというふうな感じになっちゃうんですと。なんだけども、本来ね、見えていないこの縁というものが見えてくると、この法則がちょっと違うぞということが見えてくるわけです。ちょっと片手落ちだぞと。はい。ね。で、この縁っていうものを現代用語に、訳すとですね、条件みたいな意味合いになるんですね。ね。私の努力が報われたんじゃないよと。ね。原因と条件が、結ばれた時に結果になるんだよというのが因縁果のことなんです。で、仏教は、みんな因果だと思ってるでしょ。違うよ。本当は因縁果なんだよっていうことを教えてくれているものなんですね。はい。で、この因縁がどういうものなのかをもう少し詳しくやっていくとね、この私の努力が報われるっていうところ、ここが、例えば、その氷の意識状態のまんま、引き寄せの法則、妙の世界のことを学んだとしても、要は理解できる範囲が因果に限られちゃうんで、縁を取っ払っちゃって、無理くりこの因果の中に因縁果の、教えを、当てはめようとしてしまうわけです。そうすると、ね、やればできるんだっていうその勢いのまんま、はい。私の思考が現実化するっていう、ね、引き寄せの法則の最大の大事なテーマのところが、因果に結びつけられて考えられてしまう。これもやっぱり、違いますよ、ということなんです。はい。はい。因縁が、こういうふうに考えてください。はい。もみ種がありますと。もみ種は、ね、その後、稲になる可能性は秘めていますが、その中に、まだ、ね、なんていうの、稲はないんですよ。可能性が詰まっている存在なんです。そしてその、もみ種そのまんま置いてても、稲になってくれないんですよ。そりゃそうですよね。原因として稲がありますと。で、そこにお水があります。ね、そして日光が降り注いでいます。お世話をしてくれる農家の方がいます。という、その条件と出会って初めて結果になるんですと。ね。因果の法則って縁を取っ払っちゃうとさ、変な話じゃない。置いといたもみ種が勝手に稲になったって話になっちゃうから。そうでしょ？ね。はい。で、これはその現象の一部を捉えた時の考え方。だから、これが原因と言わずに、今度ね、できたこのお米、こっちを原因とすることだってできるわけです。どうなるかっていうと、はい。お米がありますと。はい。それが勝手に朝ごはんに姿を変えたことって出会ったことありますか？ないですよね。お母さんがね、炊飯器で炊いてくれるっていう条件、縁があったから、僕が朝からね、もりもり、ご飯を食べるという結果を迎えることができたんだと。はい。で、朝ごはんを食べたって、これ今結果ですけど、今度これをまた原因にしてみましょう。はい。朝からもりもり食べちゃったもんだから、ね、学校っていう条件で、結果、眠くなるということが起きたんだよね。っていうことなんですよ。私の意思において、もう授業をボイコットしてやろうってやったわけじゃなくって、その背景にある条件によって、それが起きてしまいましたと。はい。で、授業中に寝ていますと。
はい、授業中寝ていますという原因を持って、お友達が、先生、何々くんが寝てますっていうことで、何々くん叱られるっていう結果を迎えましたと。ねえ。で、この、何々くんがね、叱られたってことの原因っていうことをどんどん辿っていくと、もみ種があったってところまでも戻ることができるんだけども、ね。大抵の場合、目先で起こったことしか僕ら見ないから。ね。何々ちゃんてめえってお前が告げ口するから俺が先生に叱られて内申点落ちる結果になったんだ。どないしてくれるんやって、ね、この女の子だけを責めるみたいな、その世界観になってしまうわけです。これ、ご理解いただけますか？はい。で、続きまして。はい。ね、これもみ種だったから、わかりづらいかもしれないけど、ね、この原因ちょっとひっくり返しましょう。はい。農家の方を原因として、私の努力ということにしてみましょう。はい。で、もみ種こっちに行きましたと。私が一人でどう頑張ったって、ね、そもそものもみ種がなければ、これ、稲にならないんですよ。そりゃそうですよね。はい。で、私の努力が報われたんだって。いや、それは全体の円の中の一部しか見ていませんと。ね、こっちがあったからこそ収穫ができたんですと。だから、ね、同じ努力をしていても、はい、条件が変わると結果異なりますよね。私がどんなに頑張ったからサボらずにね、畑のお世話をしていたんだって言っていても、台風が来ちゃったって言ったら、あーってことになるわけですよね。はい。で、この教えが仏教では、はい。一切皆苦という4文字熟語で伝えられています。これは仏教が真理と説くものの一つです。真理ですから、誠の法則ですね。はい。一切皆苦。原因が同じでも、結果が異なれば、縁が異なれば、結果も変わってしまいますよっていう、言われてみれば当たり前の話をしているだけなんですよ。だけども、僕たちはこの目に見えない縁というものがうまくつかめずに、どうしてこんなに頑張ってるのにうまくいかないんだみたいなところで、いろんなところに責任転嫁しながら当たり散らかしているっていうことなんです。はい。で、じゃあ続きまして、はい。この一切皆苦とは何なのか。はい。これを、話していきたいと思うんですけども、聞いたことありますかね？